はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年8月31日です。今回は HKT48 劇場で開催される7期研究生ラムネの飲み方公演を見に行きます。先日15日に初めてこの公演を見に行って以来、約2週間ぶりの参戦で、今回が2回目です。ラムネの飲み方公演は演目が非常に素晴らしく、7期生のレベルも高いので、今日の公演も非常に楽しみです。この動画では現場レポと公演の感想について詳しく話します。各7期生メンバーやセットリストに関しては別の動画で詳しく解説しています。この動画を見終わった後に見ることでより理解を深められると思います。動画下の概要欄にリンクを貼っておきます。またラムネ飲み方公演は SKE48 のオリジナル公演であるため、この動画は HKT48 のファンだけではなく SKE48 のファンの方も見ていると思います。そのため劇場の最寄り駅東神町駅から劇場までの道のりも簡単に紹介します。詳しくは以前の動画で解説しているのでそちらをご覧ください。この動画のリンクも概要欄に貼っておきます。それでは劇場に行きましょう。現在僕がいるのは HKT48 劇場の最寄り駅である東神町駅です。博多駅から地下鉄空港線に乗り11分でここまで来ることができます。福岡空港からの所要時間は16分です。少し話は変わりますが SKE48 のファンの皆さんは多くが名古屋に住んでいると思うのですが、福岡への交通手段として新幹線と飛行機どちらを利用することが多いのでしょうか。福岡大阪間は新幹線、福岡東京間は飛行機を利用する人が多いのですが、その中間の名古屋はどちらが多いのか気になりました。今年12月に名古屋で HKT48 の個別ハイタッチ会が開催されるので、イベントに参加する時の参考にしたいと思っています。ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。東神町駅の3番出口から出るとすぐ右にファミリーマートが見えます。この角を右に曲がり大通りに出るまで約10分ほど歩きます。今から9年前の2015年6月6日に AKB48 選抜総選挙が福岡ヤフオクドームで開催されましたが、その時にこの道を歩いた人は多いのではないでしょうか。余談ですが、国内48グループの中で HKT48 だけグループ名の場所に劇場がありません。例えば AKB48 は秋葉原なので秋葉原に劇場があります。同様に SKE48 は栄、NMB48 は難波、NGT48 は新潟です。しかし HKT48 は博多ではなく事業浜という場所に劇場があります。一説によるとグループ結成前は博多に劇場を作る予定があったらしいです。しかし様々な理由で実現せず、その時偶然空いていたホークスターモールにあるフットボール場に劇場が作られました。その後2016年ホークスターモール閉鎖に伴い天神にある西鉄ホールに劇場を移転、サイブガスホールとスカラエスパシオでも公演を行い、2020年に現在の場所に劇場が移転しています。つまり博多に劇場ができる可能性もあったということです。 HKT48 の劇場が博多ではなく事業浜にあることや、これまでの劇場移転の経緯を振り返ると博多に劇場ができる可能性があったという事実はグループの歴史の中で興味深い一面です。劇場の場所が何度も変わったことでファンとの距離感やグループの活動にも少なからず影響を与えたことは間違いありません。2020年に劇場が現在の場所に移転したことで再び新しい環境での活動が始まりました。このような劇場の移り変わりも HKT48 の成長の一部として捉えることができます。次はどこに劇場を移転するのか、あるいは移転せず現在の場所に留まり続けるのか、今後の展望が楽しみです。大通りを左に曲がると目の前にはマークイズ福岡ももちが見えます。ここまで来ればあと5分で劇場です。この場所から HKT48 劇場の文字が見えます。この道を直進すればすぐに劇場です。ちなみにこの場所は今から11年前に AKB48 のシングル曲恋するフォーチュンクッキーのミュージックビデオが撮影された場所です。2013年6月22日にファンから参加者を募った3800人のエキストラとともに当時の HKT48 劇場があったホークスターモールや福岡ヤフオクドーム周辺の道路を封鎖し撮影されました。当時の HKT48 メンバーも観覧に訪れ、劇場とともに全国的な知名度を得るきっかけとなった場所でもあります。東神町駅から歩くこと約15分、目的地の HKT48 劇場に到着しました。劇場前はいつも通り多くのファンで賑わっています。本日は AKB4817 期生が昇格記念ライブのため福岡に来ています。そのためか普段は見かけない AKB48 のファンも劇場に足を運んでいるようです。ちなみに7期研究生公演を1
1日に2回行うのは今日が初めてです。おそらく AKB48 のライブに日程を意図的に合わせたと思われます。劇場出入り口を正面に右から順に最新シングルのジャケ写、HKT48 メンバーの壁写真、現在開催中の劇場公演の演目情報、そして歴代シングルとアルバムのディスコグラフィーが展示されています。展示物については別の動画で詳しく解説しているので、動画下の概要欄にあるリンクを確認してください。ロビー内には HKT48 ライブフォトタペストリーが展示されています。実はこのタペストリーは劇場で販売されており、1つ25,000円で購入することができます。さらに希望するメンバーの直筆サインも入っています。すべてのタペストリーを購入すると25,000円 ×6 で合計15万円です。かなり高いですが、興味ある方はぜひ揃えてみてください。その他推しドリンクやグッズ、公演写真などの購入もできるのでチェックしてみてください。それでは公演開始時刻が迫ってきました。現在時刻は11時55分です。12時に劇場内への入場が始まり、12時30分から公演が始まります。出演メンバーは青木奈子ちゃん、石井愛音ちゃん、石川あみゆちゃん、飯島リリアちゃん、江浦優香ちゃん、片平沙羅ちゃん、呉優奈ちゃん、堤風花ちゃん、鶴川なちちゃん、中野みなみちゃん、長野ララちゃん、松永優衣ちゃん、松本萌歌ちゃん、山川まりやちゃん、吉田芽衣ちゃん、竜斗えなちゃんの16人です。それでは時間なので7期研究生ラムネの味方公演を楽しんできます。公演が終了しました。劇場前に展示されているジャケ写が最新シングルのジャケ写に変わっていました。9月11日に HKT48 18枚目シングル僕はやっと君を心配できるが発売されます。それに伴い9月11日にリリース記念イベント、12日にリリース記念特別生配信、14日、16日、21日に CD ショップ特典会などシングル関連のイベントが続きます。7期生からは江浦優香ちゃんと竜斗えねちゃんが参加します。これらのイベントに参加した時の動画は全て投稿するのでご視聴よろしくお願いします。さらに LINE ブームにて7期生が出演する HKT48 7期生の輝けトップアイドルへの道放送が決定しました。7期生の魅力を伝えつつバラエティ力を鍛えるため様々な企画にチャレンジする番組です。この番組は HKT48 公式 LINE アカウントから視聴できます。また各メンバーの公式 X アカウントも開設されました。石川あみゆちゃんと呉優奈ちゃんは今まで通り7期生アカウントで発信するようです。今回の僕の座席番号は229番でした。中央にある DMM カメラの目の前です。メンバーの目線と同じ高さでど真ん中の席だったので出演メンバー16人全員を一目で見ることができました。 DMM のカメラが真後ろにあるためかメンバーから何度もレスをもらっている感覚になれたのも良かったです。公演終了後の外はかなり暑く、先日までの台風10号による悪天候とは真逆で雲一つない晴天でした。2日前の公演は中止となり、昨日まで公演ができるかわからない状況でしたが、天候が回復し無事に公演ができて良かったです。それではいつも通り公演の感想を話します。本日の公演は7回目のラムネの飲み方公演でした。僕は2回目の公演も見に行ったのですが、その時と比べてダンスパフォーマンスは前回と同じぐらい素晴らしく、研究生とは思えないほどのレベルでした。MC は前回よりも自然にできていたと思います。特に呉優奈ちゃんと竜斗えねちゃんは年少メンバーであるにもかかわらず、公演終了前の MC でしっかりとファンの方に感謝の気持ちを伝えていました。他の7期生も MC で
て全く話せないメンバーは一人もいませんでした。ダンスや MC をはじめどのメンバーも目立ってできないことが一つもありません。この逆転のない万能さが難易度が高く、正規メンバーでも難しいと言われているラムネの飲み方公演を成立させられる理由だと思います。あとは経験を積み、余裕を持ってファンサービスができるようになればさらに完璧です。そのファンサーも最後にステージからはける前やお見送り会で時間をかけて丁寧に行っていました。研究生らしく何事にも全力で取り組もうとする姿勢も好印象でした。 SNS 上でも最年少のクレちゃんの歌声はギャップがあって素晴らしい、初日よりも盛り上がっていたと思うなど多くの良い感想が寄せられました。また夜公演では9月から7期生の生誕祭をラムネの飲み方公演で行うことが発表されました。先輩メンバーとは別に行われるため少し寂しい気もしますが、同期だけの生誕祭はこれまでの心境を共有しやすく温かい雰囲気の中で開催できると思います。これまでの努力や成長を振り返り、同期との絆を深める良い機会にもなります。これからの活動に向けて7期生全員がさらに団結し、新たな目標に向かって進んでいく姿を期待しています。以上で本日の7期研究生ラムネ飲み方公演の感想は終わりです。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT 法廷と高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。